おはようございます。たかしです。本日は7月27日水曜日、ただいま8時29分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は下髭の陽線、実体部分は小さいんですが、かろうじて陽線というところでしょうか。昨日は一度下抜けるかなと思ったんですが、結局またこの三角持ち合いの中に戻されてますね。今のところ上がったり下がったりと分かりにくい動き。そして昨日のこの下髭、しかもまた上髭も出てますので、やはり分かりにくい動きをしているなっていう印象ですね。現在三角持ち合いの中でまた先端付近に来てますので、今はポンド円トレードするべき通貨ペアではないと考えてます。非常に分かりにくいですよね。上がったと思ったら下がるし、下がったと思ったら上がるっていう、結果的には三角持ち合いの中で動いているといえばそれだけなんですが、やはりこの斜めラインっていうのは難しいんですよね。綺麗に反応してるわけじゃない。実際こうやってラインは超えてます。このラインはざっくり引いたものなんですが、この上も下もね、ラインを超えてますので、どこが一体レジスタンスになるのかサポートになるのかっていうのが分かりにくくなってますので、すごくトレードがしにくいなとは感じます。今、日足では GMMA がかろうじて上向いてますので、今はまだ上昇トレンド中。ただ、高値圏ですよね。高値圏で今ダブルトップを作って下落するのか、そしてここが大きなトレンド転換になるのかというところです。なので、ここから大きく下げていくのか、それともここを抜いてさらに175円ですね。この辺を目指して上昇していくのかというところにあります。一旦は下落するんじゃないのかなとは考えているんですけれども、今どちらに行くのかっていうのがだいぶ煮詰まってきてますので、ここからどう動くのか。今夜 FOMC ですので、そこでの発表後に動くのかなと見ておりますけれども、今日はまだそこまでは値動きが小さくなる可能性、また乱高下というか、上に行ったり下に行ったりと分かりにくい動きをする可能性がありますので、一旦はトレードはお休みでもいいのかなと考えております。現在ストキャスティクスはゴールデンクロスしてきました。ただ、中途半端なところでゴールデンクロスしてますので、あまり優位性があるとは考えにくい。そして、MACD に関しても方向感がない状態ですので、やはり今は分かりにくい動きをしているなと。で、ここのところの髭を見てましても、上に行ったり下に行ったりもしているっていうことですので、かなり分かりにくい中でのトレードになりますので、その辺は注意が必要です。では4時間足です。昨日は結局行ってこいの動きになってます。そして本日ここから下落するのか上昇していくのかですけれども、一旦はこの紫のラインっていうのが抵抗になると考えてます。これが1時間足の目線切り替えポイントなんですが、165.146。だいたい 165.2 付近ですね。その辺で昨日も下落してきてます。本日3度目のチャレンジになりますので、ここで上抜けられるのかどうかです。ただ上抜けたとしてもすぐ上には日足単位の三角持ち合いの上限がありますし、そこを抜けてきても次はここの高値がありますので、抵抗が多いところになってきますので、ここでのトレードは控えた方がいいんじゃないかと考えてます。もし上昇を取っていくのであれば下落したところを狙うのか、もしくはここ 166.252 というこのラインですね。ここを強く上抜けてその戻しを待ってからの上昇を取っていくのがいいと思ってますが、おそらく明日以降の動きになるのかなと見ております。現在ストキャスティクスは高値圏に来ておりますので、また下落の優位性は高まってきているところですので、昨日の高値付近なので、この紫のライン付近まで上がってきたところではまたショートエントリーっていうのはしてもいいと思いますが、何度もチャレンジすると上抜ける可能性もありますので、その辺は注意が必要です。4時間足の GMMA は完全に収束して横ばいですね。方向感がありません。まさしくこの三角持ち合い先端に来ているというところですので、やはり今夜から明日にかけての抜けていく、そんな動きになってくるのかなと見ております。では1時間足です。昨日お話ししていたのがこの辺ですね。ここで喋ってたと思うんですが、もう一度上昇してきたところではショートエントリーポイントですねという話をしてました。それはこの急激な下落に対して急激な上昇があって、その上昇のここですね、実体部分っていうのがここで抑えられているので、この始まりの実体部分をこの上昇の波の実体が上抜けていない。上昇の波がこの辺まで実体があれば、そこからの押し目買いで上昇していったんでしょうけれども、ここが上髭になっている。そして日足でもこの辺は上髭になっていましたので、この下落を戻しきれていないので、もう一度上昇してきたところは、ショートエントリーポイントですねっていう話をしてました。で、結果的にはそのようになったんですが、少し上には到達していないんですけれども、今
今上昇してきてますが、これがここを超えられるかどうかっていうところですね。ストキャスティクスは今高値圏にありますが、まだ下落しそうな雰囲気ではありませんので、おそらく一旦この紫ラインぐらいまでは上がってくるんだろうなと。で、上抜けてくると今度次、この水色の三角持ち合いの上限ぐらいまでは上昇してきそうな雰囲気ですね。で、この急激な下落に急激な上昇をしてきた時っていうのは、大概こういった、ここにね、今フィボナッチリトレースメントを当ててるんです。ここですね。この最安値からこの高値。この上昇に対してフィボナッチリトレースメントを当てて、その 23.6% とか 38.2%、この辺で戻してくることが多いんですね。なので、こういう動きですよね。で、その時にここの実態、この戻している部分が、この、下落したところの視点を実体で超えてくると、そこからの押し目買いで上昇することが多くなります。ただ、今回の場合は、ここが実体で超えられていませんでしたので、もう一度上昇してきて、そこからの下落になることが多くなると。ただ、昨日の場合はこの辺に三角持ち合いの加減が通ってますので、結局そこで反発してきているんですけれども、このまま下抜ける可能性も大いにありますので、この辺っていうのはまたショートエントリーポイントになってきます。で、本日は今4時間足方向感がありません。日足も GMMA 付近、そして三角持ち合いの先端、それから1時間足も今 GMMA は収束して横向きというところで方向感がないんですが、今上昇してきてますけれども、ここに乗っていくのは危険だと思います。先ほども言いましたが、この辺っていうのは抵抗になってくるし、どちらに行くかが分かりにくい。そして今夜は FOMC というところで、もしショートエントリーをするならこの紫のライン、昨日と同じ高値に来たところでの一旦の反発を取るのはいいと思いますが、ここは反発してもおそらく上抜けそうな雰囲気ですので、その辺は注意ですね。まずは今、ここ三角持ち合いの先端に来てますので、そこを上抜ける、下抜けるを待ってからのエントリーでいいと思ってます。で、短くトレードするのでしたら、こういった紫のライン、とか、この高値とか、そういったところでのショートエントリーっていうのはありだと思いますけれども、今は少し分かりにくい動き、インジケーター自体が方向感がありませんので、トレードするには不向きなのかなと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。